安定してミサイルを発射できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はマイクロミサイルポッドを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな素材を利用してより使いやすくしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはミサイルからですね。発射するための火薬は最小サイズのものを用意して、当たったら爆発する火薬はこのくらいのサイズにしました。リンゴとタングステンを使っているので、こうやってコンデンサを近づけるだけで発射することができます。飛んでいった後爆発しないので、地面や物体に当たった後爆発するように、トランジスタとコンデンサ、リンゴとタングステン、水晶の棒を組み合わせた新管を取り付けました。こちらを地面に落とすと、爆発してくれます。水晶が衝撃で電気を発生して、コンデンサからタングステンに通電する回路が開通するからですね。今度はこちらの発射用の火薬にセットして、点火すると、地面にぶつかった後、爆発してくれました。落ちてから爆発まで少しタイムラグがあります。そして、木の幹に直接当てると壊れてしまって爆発しません。これを防ぐために、前方に追加の水晶と刃物を貼り付けました。この状態で発射すると、ちゃんと爆発しています。さらに、当たってから爆発までの時間を短くするために、松ぼっくりのかけらをタングステン部分に追加しました。そうすると、よし、先ほどより爆発が速くなっています。これなら爆発ダメージをちゃんと与えられるので、これでミサイル部分は完成としましょう。では次は、このミサイルを連続して発射する連発の仕組みを作ります。火薬が爆発ダメージでリンゴの配線を壊すことで、タングステンへの給電をやめて、次の弾に電気が流れる仕組みです。厚さ1センチの水晶をトランジスタ側に挟むことで、0.1 秒通電を遅らせて、一瞬他の弾に電気が流れるのを防止しました。こちらにバッテリーをつけて、ちゃんと機能するのを確認できたので、3つ連結して、もう一度発射すると、よし、3つの弾を順番に発射することができました。ここでさらに3つ、ミサイルを追加しようとしましたが、電気の流れる方向が、コンパクトに配線を組むのに向いていないので、方向を逆にした反転バージョンも作りましょう。こちらも同じように確認して、ミサイルを発射できたので、3つ組み合わせて上に増設します。ここからさらに3つ、一番下と同じものをつければ、9発のミサイルを発射できるようになります。バッテリーをつけると、ちゃんと発射してくれてますね。無事に9発、発射してくれることを確認できたので、こちらを手で持って簡単に撃てるように、ベアリングを間に挟んだトリガースイッチと4つのバッテリー、コンデンサを取り付けました。こうすれば、トリガーを引くだけで、すぐに点火して、連続して発射することができます。連射速度もちょうど良さそうなので、手で持って撃つために地面から切り離すと、落ちた衝撃で爆発してしまいました。こうならないようにゴムの棒を使ったガイドを取り付けましょう。こうすれば勝手に爆発することは少なくなるはずです。地面に落としても大丈夫なので、手に持って撃ってみましょう。安定してミサイルを発射できています。反動もうまく軽減しているので、ぶっ飛んでいくこともなさそうです。ちなみに、ちょっと困ったこととして、0.1 秒通電を遅らせる仕組みが
についているので、コンデンサが満タンの状態でも、後の方に発射するミサイルほど、トリガーオンから発射するまでの間隔が長くなってしまいます。ここは今後の課題として、とりあえずマイクロミサイルポッドは完成です。カメラに向かって撃ってみましょう。最小サイズの火薬のおかげで、観測が遅いので、ミサイルがはっきり見えて迫力があります。でも、近くの木には先端が当たって、それなりのダメージがありますが、ミサイルが縦回転するので、遠くの木にはミサイルの側面が当たって、あまりダメージを与えられません。ここも今後の課題としておきましょう。では、いつものように、巨大な木から撃っていきましょう。観測が遅く、攻撃力が控えめなので、防御力の高い的には、ダメージが入りません。爆発する火薬もそんなに多くはないので、大木を破壊するだけの威力はないみたいです。それでも、マイクロミサイルボンドを持ったまま突撃することで、一気に爆発させて大ダメージを与えることができました。こういう使い方もあるんですね。そして、ドローン工場の壁は、遠くからだとなかなか壊せませんが、近づいてミサイルの先端を当て続けることで、しっかり破壊することができました。続いて風力発電機です。こちらも遠距離からだとなかなか難しいんですが、ある程度近づいてしっかり当て続けることで、ちゃんと破壊することができます。もちろん、走って体当たりすることでも、一撃で破壊できました。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、マイクロミサイルポンドで、攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。いきますよ。発射爆発に巻き込まれたザコキャラが、一気に吹っ飛んでいきます。硬くて重い敵よりも、こういう柔らかくて軽い敵がたくさんいる状況だと、輝く武器ですね。そして、観測が遅いおかげで、上方向に発射することで、ミサイルを上空から落とすように、飛ばすことができます。狙って当てるのは難しいですが、障害物の向こう側から当てることもできるので、それなりに強い武器になったんじゃないでしょうか。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。最初の一発は、トリガーを引いた瞬間発射できますが、それ以降のミサイルは、トリガーから少し遅れて発射していく感じですね。しっかり角度を合わせて、上空に撃てば、ザコキャラの上から落として吹き飛ばすことができました。残ったザコキャラもちゃんと処分しています。それでは最後はイエロースライムに引くようにガラスの針を先端に取り付けたら、巨大スライムを狙ってマイクロミサイルポットで撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いっけー。なるほど。それなりのダメージを与えていますが、倒しきるところまではいきませんね。それでも諦めず、何度もやり直しながら、打ち続けていると、やったー！巨大スライムを倒しました。一度当たった後のミサイルが、なぜか戻ってもう一度当たって、強烈な一撃を与えました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたマイクロミサイルポッドさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど
お待ちして